こんにちは、ヘビ屋のひろあきです。今日は驚くとボールのように丸々習性を持つボールパイソンというヘビの拒食になりやすい餌のあげ方3選お話ししたいと思います。今日はバナナエンチクラウンくんに出演していただいて、こんな風にやると拒食になっちゃう可能性がありますよという話をしたいと思いますが、まず一つは餌大きすぎ。例えばこれぐらいの子なのにこんなサイズのラットをあげてみました。食べないですけどね。ボールパイソンの餌っていうのはだいたいボディの一番太いところと同じぐらいか、もうちょっと大きいぐらいまで大丈夫、食べれるよというふうに言われますけど、これはちょっと極端な例ですが、本来これぐらいが適正だなというサイズの餌、ネズミよりも極端に大きいものをあげちゃうと、もうやだとなって恐れて食べなくなったりとか、もう一応食べるには食べたけどもうしんどすぎてもう食べたくないやと言って拒食になってしまったりする場合があります。ということで1つ目は餌大きすぎ問題。さあ2つ目は餌あげすぎ問題。ではですね、だいたい1週間に1匹を目安に、サイズにもよるんですけど1週間に1匹を目安に餌をあげています。でもね、多分あげればもっと食べるんですよね。で早く大きくしたいという人の場合はもう食べれば食べるだけ大きくなるで、いっぱいあげれば食べるからといってたくさんあげる人もやっぱ中にはいます。それはトップブリーダーにもいるとは思うんですけど、これパワーフィーディングって言って、もうなんかパワーフィーディングってすごいでしょ。力の餌やりみたいな、なんか日本語英語、1匹あげました、食べました、じゃあもう1匹あげたら食べるかも、あげました、食べました、まだいけるかも、じゃあもう1匹あげました、食べました、で3匹4匹ってあげて1回にあげるとか、1週間に1回っていうふうにうちではお話しましたけど、なんか昨日あげたけど今日もう食べたそうにしてるからあげたら食べるかもと言ってあげてみました。食べました。あ、そっか、うちの子は毎日でも食べるんだみたいな感じでこうたくさんあげていくと、もうご飯しばらくいいやというモードに入ってしまうことが、これは結構あるんじゃないかなと思います。ボールパイソンって、爬虫類ってものすごくこう燃費がいいんですね。僕ら1日3食基本的には多くの人が食べるじゃないですか。だけど、1週間に1回でいい。で、ものによっては場合によっては1年食べない子とかもいるんですね。だからそれぐらいこうエネルギーの消費が少ない生き物なので、たくさん食べるともうしばらくご飯やめたとなって拒食という餌食べないモードになっちゃったりするんですね。で、餌っていうのはやっぱりこう拒食はそうですね、ボールパイソンのメカニズムではあるんですけど、ならないならならない方がいいなと僕は考えています。なぜならば、食べることによって健康が維持されるっていう感じがします。水とかもこうやって飲みますけど、マウスとかラットの体液から水分補給をしたりもしますので、食べないと何ですかね、拒食モードの時は不思議とほとんど痩せなかったりするんですけど、痩せないんだけどなんかツヤがなくなっていったりとか元気がないかなみたいな感じがするので、なるべく拒食モードに入らせずに座ってるのがいいかなっていう体感はあります。ただそのメカニズムなので、ボールパイソン自体が自身が持つメカニズムなので、入っちゃったもうダメだというわけでは全然ないと思います。ずっと食べてくれたらそれが良かったけど、拒食に入ったいっかぐらいの気持ちでいていただけると。そうやっぱね、心配される方多いんですよね。うちの子拒食になっちゃったんだけどどうしようって。でもそれはもうなんかそういうもんだと思っておおらかに受け入れてあげるといいんじゃないかなと思います。で、拒食モードに入ってないけど食べないみたいな時があって、その時はもうどんどん痩せていくので、そういう場合は何か違う原因があるから解決しなきゃいけないという目安になるんじゃないかなと思います。ということで、ボールパイソンの拒食になりやすい餌のあげ方2番目は餌あげすぎというのが原因としてあります。で、ボールパイソンが拒食になってしまう餌やりというか、原因としてその3は環境が変わったというものがあります。今まではこれで飼ってました。だけどちょっともうサイズが大きくなってきたから別のケージに移しましょう、お部屋に移しましょうってなったら食べなくなったみたいなのは結構あって、ボールパイソンやっぱり変化がそんなに好きではない生き物で、それは大きくなればなるほどそうなので、今までの飼育環境、今までの匂い、今までの飼育用具、今までの部屋から大きく変わった時に何環境が変わった、もうご飯いらないみたいなことになってしまう場合があるので、そうなんですよね。だからちょっとそこはあんまりコロコロ変えると拒食になってしまったりするんじゃないかなとも
思うので、変える時には腹を決めてパッと変えるみたいな方がいいんじゃないかなと思います。で、餌をあげて割とすぐ変えるとかだとよりもお腹減ったっていうモードの時に変えて、何、部屋が変わった、環境が変わった、もう食べたくないけどお腹減ってるから食べよみたいなのを誘発してあげる、誘ってあげるっていうのもいいんじゃないかなと思います。飼育に関してのことって、本で見たりとかネットで調べたりとか人の意見を聞いたりとかっていう情報としてインプットすることでそれを実践してみようという場合が多いんじゃないかなと思いますけど、やっぱ忘れちゃいけないのは生き物なので、生き物ってこうだよねみたいなのを、人間と爬虫類とかヘビとか違いますけど、私だったらこうだよねとか、普通生き物って生き物として考えた時にこうだよねみたいな、湿度は何%、温度は何%でこういう頻度でこうでって数字に追われるよりも、でも生き物として考えた時にこうじゃないかなみたいな想像力を持ってあげると飼育がすごく楽しくなるし楽になるんじゃないかなと思います。何の話だっけ？拒食になりやすい餌のやり方3つでしょ。だから餌大きすぎ、餌あげすぎ、あとは環境が変わった。そうでね、環境が変わったっていうのはちょっとこれも生き物っていうところなんですけど、環境が変わったから餌食いが復活したみたいな場合もあるわけですね。しばらく食べなかった、どうしようだけど新しいケージに入れたらなんか急に食べるようになったみたいなパターンもあって、環境が変わることで拒食になることもあれば、環境が変わることで拒食が終わることもあるので、これもねなかなか悩ましいというか難しいというか楽しいところで、わがままで可愛いですよねところもあるので、そうだから拒食に入っちゃったなっていう場合は環境を変えてあげたりとか、新しい部屋に戻したら1ヶ月2ヶ月食べなくなっちゃったっていう場合は一時的にちょっと戻してあげて、ということをしてあげるのも手かなと思います。何にせよ上げすぎは良くないと思いますので、適正なサイズを適正なリズムで上げてあげるといいんじゃないでしょうか。そう、人間側のね期待っていうか僕ら側の希望っていうのはあると思うんですね。たくさん食べて早く大きくなってほしいとか、拒食嫌だから心配だから食べないって言ってるけどなんとか食べさせてあげたいみたいなのもあるのはもちろんあるんですけど、ボールパイソンの側はどういうふうに考えているのかっていうのを想像力を持ちながら付き合っていくのがいいんじゃないかなと思います。今日は驚くとボールのように丸々習性を持つボールパイソンというヘビが拒食になりやすい餌のあげ方をお話ししました。当店の生態在庫状況は概要欄にあるホームページからご覧ください。